ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、NiziUのニナさんが歌う Baby I、 こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ NiziU の皆様、リクエストありがとうございます。前回のミーヒさんが歌うファーストラブに続いて、今回はですね、ニナさんが歌うアリアナ・グランデさんのカバー Baby I ということでですね、たくさんのリクエストコメントいただきました。その中で一番多かったのがですね、ニナのホイッスルボイスはやばいので一度は聞いてくださいというコメントでした。そして歌声分析していったわけですけれども、いや圧巻の歌唱力ですね。幅広い音域、そして幅広い声の表現力、そして何よりニナさんめちゃくちゃ美人。こういった部分でですね、僕はね終始テンションがマックスだったわけですよ。そして歌のうまさなんですけれども、僕はもうね世界最高峰レベルなんじゃないかなっていうふうに思いました。めちゃくちゃ歌うまいですよね。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして次回NiziUの歌声分析動画は最新曲夜明け、こちらを予定しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録だけでもしていってください。それでは早速NiziUニナさんが歌う Baby I 歌声分析 GO！ 歌い出しからいきたいと思います。いきますよ。えい！まず一番最初に思ったのは、英語の発音がねやっぱり素晴らしいですよね。子音の発音の音がですね、すごく心地いい雰囲気ありますよね。そして全体的にですね、スタッカート、これが素晴らしいですね。タラタッタタッタタっていう風にこうグッグってブレーキが効いてるような感じがするじゃないですか。これって的確な場所でしっかりとスタッカート、音を切るっていうテクニックを使っているからこそ出るノリなんですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。そして声についてなんですけど、ミックスボイスっていうテクニックがあります。地声と裏声の中間の声っていう風に言われてる声なんですけど、ニナさんはですね、この中音域ぐらいからその今言ったミックスボイスっていう声を使ってるんじゃないかなっていう風に僕は思います。稀にいるんですよね。中音域ぐらいからミックスボイスを自然に使ってるタイプのボーカリスト。言ってしまえば喋ってる声からミックスボイスを使って喋ってるっていう方も時々いるんですよね。でも本人はそれを地声だっていう風に認識して話したり歌ったりしてるんですよ。僕過去に歌を教えた子で一人だけそういう子がいました。だから逆に裏声の出し方がわからないとか、そういうね、我々ではこう悩まないようなところで悩んでいたりもするんですけど、やっぱりね素晴らしい声ですよね。次いきますよ。ヒエイエー、地声にしてはすごくソフトですよね。このね声の雰囲気を聞いて僕はミックスボイスなんじゃないかなっていうふうに推測したんですけれども、すごくいい意味で特殊な声の出し方をしていると思います。で、ここからすごく難しい歌についての話になってくるんですけど、体の使い方とかも結構重要でですね、一般的には歌ってお腹に力を入れて声を出すっていう風なイメージを持ってる方多いと思うんですけど、ニナさんの場合はですね、お腹に力を入れて歌うっていうよりも背中だったり腰ですね、こっちの方を声の支えにして歌ってるんじゃないかなっていう風に思います。腹筋に力を入れると声のパワー感がこうねどうしても出てくるんですけど、でも腰とか背中に力を入れて歌うとこうふわっ
とした感じの歌声になってきますし、高い声になってくるとすごく美しい響きのする歌声になるんですよね。だから多分その高音が得意なニナさんの歌声っていうことでですね、腰を使って歌を歌ってるんじゃないかなっていうふうにも思います。次いきますよ。やっぱりね、言葉が綺麗、すごく発音が綺麗。英語だから特にそう聞こえるんですけど、日本語を歌ってる時もすごく発音綺麗ですよね。そしてかなり鼻の響き、鼻腔共鳴、このニュアンスが強いですね。鼻声のニュアンスを歌声に足しながら歌っているっていうような、そんな歌声かな。もう一回聞いてみましょう。この辺とか後半とか特に鼻声のニュアンスがですね、分かりやすいポイントあったと思います。鼻の音色をですね、メインで使うと歌声がですね、ものすごく美しくなるんですよね。鼻腔共鳴っていうのは声の音色をコントロールするポイントだったりもするんですよ。あとはやっぱり高い声を出す扉みたいな意味合いもあって、鼻に声を入れた方が高い声出しやすくなります。次いきますよ。うわー、すごく綺麗な声、何回言うんだって話ですけど、で今音域が上がっても声のパワー感は増幅していないですよね。美しさがさらに際立ったっていう雰囲気がしてきたと思うんですけど、これはですね、声を出すイメージを後ろに引くような感じで歌うとですね、こういうふわっとした感じの声になります。もう本当に美しい歌声を歌うための要素がですね、全て詰まってるような声の出し方なんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。ね、高音とか特にものすごく綺麗ですよね。で、裏声のところはうっすらと息の音が混ざった歌声、ウィスパーボイス、これを使ってますね。いや、癒されますね。次いきますよ。あ、いいね。ごめんなさい。今、エッジボイスっていうテクニックを使ってた箇所、皆さん気づきましたか？エッジボイスって言われてもね、何のことだって思う方もいるかもしれないんですけど、ここにある仮声帯っていう器官を使ってですね、歌のフレーズの前に、この音を入れるんですよね。これを使うことによって切なさが増幅するというか、もう一回聞いてみましょう。ほら。あけらみたいな。今ね、僕あんまりうまくなかったですけど、っていう音が入るとですね、すごく心を持っていかれますよね。次いきますよ。いいね。このベイベーっていうところがバックのリズムがダダ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 っていうところのアクセントにガツガツガツって乗っかってきている決めって言われるポイントです。これは歌声分析っていうよりも楽曲分析みたいな話になってくるんですけど、楽曲全体の見せ場みたいなポイントですね。もう一回決めのポイント聞いてみましょう。このベイベーは全部決めになってますね。そしてね、ぬいぐるみとニナさんね、すごくこのセットが可愛いんですよ。いや、声もルックスも天使ですね。次いきますよ。やっぱりリズム感が素晴らしいですよね。で、今のポイントなんですけど、タララ、タララ、タララタみたいな感じで息継ぎをあえて入れてるんですよね。息継ぎをするタイミングで歌詞の意味って分かれるんですよ。最初のウーベイベーで一つの意味、次のオーベイビーで一つの意味、最後のマイベイビーみたいな感じでちょっとね音崩したポイントで、ここで一つの意味みたいな感じで言葉の意味が切れるんですよね。
で、メインとなっている言葉がベイビーなので、3種類の意味を持たせたくてこういう歌い方をしてるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。そして息を吸う音をですね、強めに表現することによって息の音が休符みたいな役割をしてるんですよね。で、休符の後の音っていうのはアクセントって言われる強い音になります。で、強い音が生まれることによって弱い音の部分も生まれてきて躍動感につながるっていう素晴らしいポイントですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、最初のウーベイビーのところはエッジボイス入ってましたね。次いきますよ。柔らかい。柔らかいね。最後の音は音域が多少下がったんですけれども、裏声を使ってましたよね。多分すごくソフトな雰囲気を表現したくて、ここ裏声で歌ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測するんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、このはーのところ裏声でしたよね。普通ね、裏声って高いところを歌うときに使う人が多いんですけれども、あえて低いところを裏声で歌うことによって、このね、柔らかくて温かい雰囲気を表現する。素晴らしいですね。次いきますよ。なるほどね。さっきの裏声の柔らかいところからここで一気に地声感の強いパワフルな歌声に持っていくこのねギャップ素晴らしいですね。これ音楽用語ではダイナミクスって言うんですよ。音量差のことをダイナミクスって言うんですけど素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ほらかっこよ。超かっこいいですね。で、強い地声プラススタッカートで歌っているからなおさらパワフルに聞こえるんですよ。いやーかっこいいね。次いきますよ。いやー最高ですね。てか歌うますぎますね、ニナさん。これはどんなジャンルでも歌えるんじゃないかっていうふうに思ってしまうくらい歌うまいですね。次いきますよ。とっても笑顔が素敵ですね。だんだんね歌声分析じゃなくなってきてニナさんの美しさの虜になってきてますけども、やっぱり A メロは全体的に強めなスタッカートを入れることによってこうリズム感を表現してますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいし綺麗だし天使だね。ほんと天使ですね、ニナさんは。次いきますよ。いいね。今のオーベイベーのオーのところもエッジボイスが入ってるんですよね。ほんの一瞬なんですけど、ガラッて音を入れてから高音ですよ。これね、すごく難しいんです。エッジボイスを出す感覚としては、低い声を出すようなイメージで、で出すんですよ。で、この低い音を出してからのハイトーンにグイッとこうしゃくり上げるような音の動きのイメージっていうのがないと、今のフレーズ歌うのはかなり難しいと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。くるよ。ほら、ここやばいね。しかもエッジから高音のこのね、音に到達するまでのこのしゃくりのスピード感がものすごく速いんですよ。これがね、かっこいいですよね。次行きますよ。いいね。いいね。高い声で本領発揮してきたと思ったら最後にすごく難しいフェイクを歌ってましたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら
バーみたいな、こんなフェイク。これね、すごく難しいんですけど、原理はですね、2つのテクニックを同時に使います。正確には3つかな。まず、フォールって言われる音を、っていう風に下げるテクニック。そして、しゃくりと言われる逆の、っていう風に上げるテクニック。そして最後にですね、ちりめんビブラートって言われる細かく揺れる横隔膜を使うビブラート。これらを使ってですね、今の細かいフェイクを歌ってるんです。ちりめんビブラートを使いながらフォールさせると、こうなります。で、今度はちりめんビブラートを使ってしゃくると、こうなります。で、フレーズの音が下がるところはさっきのフォールビブラート。音が上がるところはしゃくりビブラートっていった感じで、3つのテクニックを同時に使ってるわけじゃないんですけど、2つずつ使って歌ってるっていう感じのところです。もう一回聞いてみましょうか。ここ、タラタラターってとこ。で、これただでさえ2つ同時にテクニック使うの難しいのに、テンポも合わせなきゃいけない、音程も合わせなきゃいけないっていうことで、難易度が一気に跳ね上がるテクニックなんですよ、これ。いやー、素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。やっぱりね、笑顔が素敵ですよね。歌も上手くて、笑顔も素敵。もう最高ですね。次いきますよ。うわいいね。もう本領発揮ですね。いやもうほんとね、R&B 歌手みたいなテクニックをね、多用してきましたね。こう、ハイトーンを出した後の先ほど言った細かいフェイク。この流れはですね、もう世界的にもうね、名前を残しているような大御所の R&B 歌手がですね、ものすごく多用するようなテクニックなんですよ。昔で言うとこのローリンヒルとかね、有名なところで言うとね、あと僕の好きなボーカリストで言うと、ボイストゥーメンとか、あとはニーヨとか、ボイストゥーメンとニーヨは男性なんですけど、あと、マライア・キャリーとかね、有名どころだとそんな感じかな。もう遜色ないぐらいだと思います、僕は。次いきますよ。あら、かわいい。かわいいね。紙飛行機飛ばしてますよ。このシーンで何人の男性が心を持っていかれたことやら。僕もね、そのうちの一人ではありますけど。すいません、止めてしまって。次行きますよ。ここからサビですね。次のサビがどうなるか非常に楽しみなんで一回止めてみました。じゃあサビ行ってみたいと思います。いいね。このサビ前の決めが来て、ベイベーベイベーダガダダダガダダっていう風にちょっと盛り上がるような雰囲気が来てからの少しこうトーンダウンしたような雰囲気もまたかっこいいですよね。次いきますよ。ここ好きだな。このね、低いところでの裏声。すごくこうなんかね、マイナスイオンが出てるような雰囲気ありますよね。次いきますよ。やばい。やばいね。適度な張り感、そしてこの声の美しさ。この2つの要素を持った歌声がですね、非常に心地いいですね。で、この声はですね、頭の後頭部を響かせるスーパーヘッドボイスっていう声の響きを使った歌声です。で、頭を響かせる声にはもう一つ頭の前方向を響かせるヘッドボイスっていう声もあるんですけど、ヘッドボイスはどちらかというとものすごくパワフルな歌声になる響き。そしてスーパーヘッドボイスはですね、美しさをメインにした声の響きっていう感じかな。両方ハイトーンで使う声の響きなんですけど、もう一回聞いてみましょう。そして最後のベイベーは半分以上の息を使った裏声にね、一瞬で切り替えるこのテクニックやばいですね。いやー、神ですね、この歌声は。次いきますよ。
この音域どうなってんだろうね。もう高い音いったと思ったらすっごい低い音いって、でまた高い音いってみたいな。いやー、音感も素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。この2箇所今のところエッジボイスが入っていたんですけれども、こう切なさを表現するっていうよりも、言葉にこう一気にグッとこう止まったような雰囲気を表現するために使ったエッジボイスかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、2箇所入ってましたよね。前半に1回、後半に1回、そこでグッとこうなんか止まったような雰囲気あったと思うんですけど、いや、こういうエッジボイスの使い方もあるんですね。僕初めて知りました。次いきますよ。一回止めますよ。でも曲の雰囲気としては寂しいようなポイントですね。いや、いろんな音域、いろんな感情がこもっている歌声ですね。次いきますよ。わ今思ったんですけど、ニナさんの裏声はこう自然とウィスパーになるタイプの裏声なのかな。今もね、前半裏声だったんですけど、すごくこうはーっていう風な息の音が目立った裏声だったと思うんです。この声素晴らしいですね。でも狙ってやってんのかな。ぜひニナさん推しの方、詳しい方いたらコメントでね、ぜひ教えてください。次いきますよ。今ごめんなさいね。何回止めるんだろう。皆さんが可愛すぎて。前半の笑顔がね、素敵すぎましたね。いやー、最高ですね。次いきますよ。うわ、このハイトーンがやばいね。そろそろ来そうですね。コメントで教えていただいたホイッスルボイスが。ちょっと戻して聞いてみましょうかね。サビの頭ぐらいからいこうかな。ハーモニーがすごく綺麗ですね。なるほどね。ロングトーンからフェイクに行ってハモリに行くっていうね、すごい流れですよね。いやー、これね、一人で歌ってるっていうのがすごいですよ。ちょっと前だったら一人でね、こういう風なものすごいテクニックを使ってものすごい歌声で歌う R&B 歌手とか割と多かった時代なんですけど、その時代に比べてこういうねスーパーボーカリストっていうのは最近あまり聞いてなかったんですよね。一時期よりはこう減ってきているというか、僕はね R&B ボーカリストの歌い方がすごく大好きなので寂しい気持ちなんですけど、いやニナさんの歌声を聞いてですね、すごく嬉しくなります。次いきますよ。ここ変えてきましたね。1番と2番は裏声で柔らかい感じで言ってたんですけど、今のところは地声で歌ってるポイントになってましたね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。そして今気づいたんですけど、全体的にニナさんが歌う地声のポイントっていうのはすごく明るい声の響きですよね。で、笑顔が素敵なニナさんなので、多分ねレコーディング中も笑顔で歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。歌声っていうのは顔の表情にすごく影響を受けます。明るい表情で歌うと明るい声になりますし、暗い表情で歌うと暗い声になるんですけど、今の地声のポイントすごくね、もう目をつぶって聞いたらね、笑顔で歌ってるニナさんの表情がこう想像できるくらい明るい声でした。次いきますよ。やばいね。で、ここのポイントはですね、先ほどはスーパーヘッドボイスの話をしたんですけど、今のパワフルな歌声はですね、頭の前方向を響かせた声、ヘッドボイスを使ったミックスボイスなんですよね。いやー、頭の響きを切り替えられるってすごいですね。で、体の使い方も今は背中とか腰ではなく腹筋を使ってるんですよ。だからこのパワフルな声が生まれてるんですよね。次いきますよ。
あのね、ハイトーンが来てからのこの低音にグッと下がったこの音域の変化。やっぱりすごいですね。次いきますよ。あ、店長。あ、来た来た。来たねー。ホイッスルボイス来たねー。いや、僕もね、ホイッスルボイスはできないので、理屈でしか知らないんですけど、喉のこの辺にですね、声帯っていうこう2枚のひだが筋肉のひだがあるんですよね。これ、喉を輪切りにして上から見た状態です。で、全体がくっついてる状態が地声を出してる時の状態です。で、声帯の一部分だけがくっついて声を出している状態が裏声。で、ホイッスルボイスってどういう状態かっていうと、本当にピンポイントで一部分だけがくっついている状態ですね。この声帯のコントロールができないと、まずね、ホイッスルボイスって出すことができないんですけど、いやー、この若さでね、声のコントロール力がやばいですよ。ちょっともう一回ホイッスルボイス聞いてみましょう。すごいね。これはすごいね。次いきますよ。音域はね、少し下がりましたけど、やっぱバックのフェイクがやばいね。もうニナさんの全テクニックをここに集約させてるかのごとく、素晴らしいフレーズがいっぱい歌われてますね。次いきますよ。うわなんかね、もう一回ぐらいホイッスルボイス来そうな予感するんですよね、僕。今のね、パワフルなハイトーンもすごかったですけど、聞いていきましょう。ほら、ほら、ほら。ほら、言ったそばから来ましたね、今。もう一回聞いてみましょう。ごめんなさい、なんか、土壇場すぎた。じゃあ行きますよ。もうね、超音波ですね。高すぎて。いやーでもね、この声すごく綺麗ですね。どんな気分なんでしょうかね、ホイッスルボイスで歌ってる時の気分って。僕もね、無理かもしれないですけど、練習してみますね。次行きますよ。あ、なるほどね。ニナさんの笑い声で終わるって感じか。そっか。いやー、マジでやばすぎました。以上、20ニナさんが歌うベイビーアイ歌声分析はここで終了です。いや、圧巻の歌唱力でしたね。幅広い音域、そして美しい歌声からパワフルな歌声、そして最後のホイッスルボイスね。やっぱりね、表現の幅が広すぎます。世界最高峰の歌声かなっていうふうに僕は思います。何はともあれね、綺麗すぎた。皆さんが美しすぎる天使の歌声と天使のルックスを持ってる皆さん、今回はですね、歌声分析ができてとても嬉しかったです。次回20の歌声分析動画はですね、最新曲夜明け、こちらがですね、コメントの方でたくさんの WiiU の方々からリクエストいただいたので、近日中にですね、動画公開したいと思いますので、ぜひまた遊びに来てください。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。